端の現場の人たちって本当に明日からツールが変わるのかな。腹落ちしてどっちもやれる、その社内政治のテコの原理が発生しちゃうんじゃなかろうかと思ってて、外部を入れるってすごく大事なのかもしれないですね。納得させる準備。こんにちは。システム組み立てチャンネルの大滝と新堀です。今日は新堀さんと仲良く新しいスタイルで、ワイワイガヤガヤとお話をしていきたいなというふうに思っておりまして、メインテーマだけあります。業務設計プロジェクトはシステム導入のためだけじゃない、現場が業務改革を受け入れる心の準備期間というもう一つの役割について、ちょっとゆったりめにお話をしていこうかなっていうふうに思っております。じゃあ何から話しましょうか。何から話しましょうか。変化を急ぐほど現場防御に入るっていう資料は用意してますよ、僕。いやでもこれなんかまあそうだよなってめっちゃこの資料を見て思いますね。ちっちゃいシステムならいいですよ。 SaaS を来週から入れますとか、ちょっと Google カレンダーね、Outlook に変えますとか、まあ多分そんなにいいと思いますけど、ERP を やりづらくないの？全然。マジで、すごいやりづらい。目の前にいるの全然マジか。で何 ERP？ そう ERP を来月から変えますとか待てよと、業務変わるじゃんみたいな、そもそもシステムじゃなくて俺らのやり方も変わるじゃんみたいなっていうのは付け焦るんだろうなって思って、ちゃんと準備して移行期間とかもちろんマニュアルを作ったりとかもあると思うので、業務設計も大事ですけど、その期間を現場に準備する期間を作ってあげるみたいなのはすごく重要だなってこの資料を見て思いましたね。僕たちがコンサルをしていないお客さんで IT ツールを入れろって言われた、本当言い方悪いけど末端の現場の人たちって本当に明日からツールが変わるのかな。どうなんですかね。嫌じゃない？トレーニングもない、過去のデータ移行してくれてるけど全く見栄えが違う、使いたくないよねって思うんだよね。めっちゃ嫌ですし、結果わかんないからでも入れないといけないからこうなんだろうなって感じで入れて、月末締めますってなった時に全然数字違うぞみたいな、全入力し直せみたいなってなったのでザラにあるんだろうなと思って、現場から以上です。現場から以上ですね。時間を稼いであげるっていう言い方あんま好きじゃないですけど、もちろんプロジェクトチームは多分業務整理したりとか設計したりとかしてますけど、その期間そのプロジェクトに関わってない実際にシステム使う人たちっていうのもちゃんと周知をして、こういう準備をしておこうねとか、心の準備しようねとかみたいなっていうのは設けると、よしやるぞってなった時にみんなでうらーっていけるんじゃないかなって思いますね。なんか僕この資料だなって思ってるところが、説得ではなく腹落ちを作る時間っていうふうに思ってて、業務設計でもシステム設計でも本当何でもいいんですけど、準備期間っていうのはシステム導入を急ぐ組織って何に一番頑張ってるかなと思ったら、僕倫理とか利害関係者ステークホルダーに対する説得なんですよね。ロジカルな言い方でしてるけど全然ロジカルじゃない倫理書を回してるだけとか、だからそれってあんまり意味ないなと思ってて、逆に言うとその右側にシステム導入に時間をかける組織っていうのは、システム導入をするっていう意思決定をするのに時間かけましょうって言ってるのではなくて、ちゃんと自分たちのことをしっかり理解できるまで、納得できるまで、そのいろんなコミュニケーション、その人と人とのコミュニケーションをしっかりしようっていうのは腹落ちを作る時間かなと思ってて、なんかこの資料を作った時すごい納得が自分の中でできてて、IT ツールベンダーとかだったら左側の説得にどうしても時間かけがちなんですけど、どちらかというと入れるのは入れると、もう意思決定したし、別に3カ年計画の中に予算取りもしてるし、だったらこの部長とこの部長とこの部長にピコピコするっていう時間に無駄とは言わないけど生産的ではないから、だったらちゃんと現場がコミュニケーションして、こうなりたいんだ、こういうことが不平不満なんだ、仮に会社を辞めるんだったらこの理由なんだみたいなコアな部分までもちゃんとディスカッションしていかないと、ちゃんとシステムを納得して使えないんじゃないかなって思ってます。現場から以上です。この話とちょっと変わるんですけど、プロジェクト立ち上げ支援のサービスうち作ったじゃないですか。めちゃめちゃあれ需要あるんだろうなっていうふうに思っていて、やっぱりシステムに大きいお金を投資するときに SaaS ベンダーが出した ROI とか推測で出した
最初はこうだけど、損益分岐点ね。損益分岐点、このタイミングでこの投資のコストはこう回収できますみたいなのをやっぱり受注するために取りに行くじゃないですか、書きに行く。ただそれって騙されたって言い方するとおかしいですけど、そうだねって納得すれば、発注になると思いますけど、そうならないままでもやらんといかんよねと、システム入れんといかんけん、ちょっとここわからんけど入れようかってなっちゃうと、絶対腹落ちしてないままプロジェクト始まっちゃうみたいなところの、そのちゃんと準備期間、オーダーする側もちゃんと納得するものを3ヶ月ぐらいでまず作って、その上でいざ業務設計やりましょうとかシステム設計やりましょうっていう、この期間ってなんかすごく大事なんだろうなっていうふうに思って、だからプロジェクト立ち上げ支援も結構重要あるのかなって思いました。これまでその業務設計で受注できなかったお客さんとかって何が理由かなと思ったら、多分お客さんにその業務設計をした後の未来が描けてないお客さんだと思ってて、投資対効果みたいなところまで出せないとか、その業務設計で巻き込む現場をどこか選定ができないとか、そしたら僕たち、ね、言い方悪いけどさようならにどうしてもなりがちだったじゃないですか。であと金額が高いからできませんってお客さんいるじゃないですか。ただそれって良くなかったなってすごい反省をしていて、だったら3ヶ月間で立ち上げ支援をしてしまって、僕たちが手を動かすことはないけど、こういうこと決めたらいいんじゃないですか、だからこの IT ツール入れるんだったらこういう IT ツールの比較検討しなくちゃいけないですよとか、こういう風な費用対効果を考えないといけないですよねみたいなのをプリセールスとしてやってたから限界が来てたと思ってて。そうですね、これ以上はちょっとかけれませんってやっぱどうしてもありますもんね。そうですよね、この前のお客さんがねさんから僕すごい学びだったなって思ってるのが、僕もお客さんが改善をしていきたいっていう意欲をすごく分かったので、提案をしたいなと思ったんですけど、発注をしていない段階でこの資料を修正してください、この資料を作ってくださいっていうのはできないんですよね。僕がその経営者っていうところもあって、このリソースを投下することは僕個人的にはできるけど組織としてはさせてあげれない、メンバーに。だってその失注した時に僕責めちゃうもん。お金もらってないのに動いたっておかしくないっていう話にどうしてもなっちゃうので、できませんっていう話をしてお客様納得できて、下請け法だったっけ、あれは本当はしちゃいけないのでこういうことでできないんですよって言ったら、だったらお金を払ってまでやりたいですっていうふうにお客さんが言ってくれたんで、月々数十万円っていうお金でさせてもらっているんだけど、お客さんそのたった3ヶ月間ですごい整理されていってると思ってて、そうですね、1週間に1回1時間とか各週1回2時間とかディスカッションしていって、これあなたたちの宿題です、ここ僕たち事前に調べときますねみたいなのってお客さんにとってもメリットあるし、僕たちにもプロジェクトを進める前のその前さばきみたいなことができるので、2時間無償ヒアリングよりもより細かいこともできるなっていうのはすごい気づきだなってちゃんと立ち上げれますもんね。2時間無償ヒアリングってやっぱ2時間でしか聞けないし、最初の1時間でどういう思いなんですかとかどういう目的なんですかって聞きますけど、後半の1時間やっぱプレで業務設計一部署やってみましょうになるとやっぱり前半しか使えない。それを3ヶ月間かけてここだけを突き詰めたら、多分2時間の時に言ってる内容と3ヶ月やった結果って多分全然違うので、腹落ちしてどっちもやれる、受ける側もこれやったら絶対改善するね、じゃあ自信持ってシステム作るわっていうのだし、発注する側もいけそうな未来見えたねっていう、このなんか腹落ちっていうところを作ってあげれる製品サービスメニューがなんかあまり考えずに結構パンって作ったじゃないですかそんなことないですよ一生懸命作りましたこういうのあるといいよねっていうので作って、実際に案件もいただいてやってる中で、これってめちゃめちゃなんだかんだどのフェーズより重要なんじゃないって案件こなしながら私は思いますねどんどんシステム開発が一番儲かるポイントだと思うんですね、SaaS ツールベンダーだったら IT ツールを導入するところ、どんどん前工程に行ってますよね。行ってますね。システム設計し、業務設計し、でその前のプロジェクト立ち上げ支援し、次何するんだろう、採用活動一緒にしてあげるのかなお客さんとどうなんですかね。でもシステム開発はどのセールスソース
パートナーもやってます、うん、まあ、システム設計は半分ぐらいになるんですかね、多分やってるのって。いや、ない半分もないんですかね。10% ぐらいじゃない。まあ、一部やってますと、業務設計なんてもやってるのレアみたいな、まあ、一部あるかもぐらい。プロジェクト立ち上げ支援なんかやってるセールスソースパートナーって絶対いないですよね。セールスフォースじゃないもんね、だってね、やってることがね。僕すごく楽しいなと思って、その立ち上げ支援って、言い方悪いけど僕たちもそのやり方するんだったらプロジェクト破綻するからやらない方がいいですとか、あとはね、人の問題だとやっぱ思ってて、お客さん自体も PM ガチャがお客さん内部にもあると思ってて、お客さんもその業務設計のヒアリングする対象メンバーをこう選定してくれるじゃないですか、はい、あと内部のこの人がキーパーソンだって言ってくれるけど、キーパーソンである時の方が多いけど、このお客さんキーパーソンじゃなくてただ社歴が長いだけとか何も知らない人ってやっぱどうしてもいると思ってて、はい、ただ事前にそういうのを知れることはすごくいいなと思ってて、ホテルの角をねちゃんと分かった状態で抑えることができて、抑えるタイミング初めからひっくり返すことができたらいいけど、外堀固めた段階でひっくり返せれるような人たちもいると思ってて、全然仲間がいない状態で進めるよりかはいいなとは思います。今日もこの動画を撮る前にプロジェクト立ち上げ支援の打ち合わせをしてたんですけど、やりたい事業部がいて、ただいろんなところにステークホルダーがいて、仮にじゃあ今から業務設計をやろうってなった時にこの人たちが多分動いてくれないだろうっていう話をして、じゃあなんでこいつらは動いてくれないのっていう、この人たち目線に立った時にどういうデメリットとかどういう利害関係っていうかのがあるから動いてくれないのみたいなのを各部署ごとにバーって話していってたんですけど、面白いなと思って、もちろんやりたい部署から見れば協力してよなんですけど、この人たちから見た時にはいやしたいけどこっちでもこういうプロジェクトが起きててとか、ここに協力したいけどここに協力したらこっちにも協力しないといけなくなっちゃうからもう回んねえよみたいないろんな多分意見があるっていう話をしてて、そうだよねって、じゃあこの人たち納得させるためにはどうすればいいんだっけっていう話を1時間ずっとしてたんですけど、話していく中でお客さんもそうだよねって、じゃあここにちゃんとネゴを取った上でやんないといけないよねっていうコミュニケーションになっていってたので、なんかやっぱり人を巻き込む、巻き込むとやっぱり自分も楽になるじゃないですか。負担が減るっていうかチームでやるって形になっていくので、なんかそこを事前に作ってあげれるっていうのは業務設計とかとは違う楽しさを感じてましたね。今下森さんの話を聞いて思ったのが、これって本来社内の中でやれることなんだっけっていうのはちょっと考えたんですけど、結論社内だけのリソースじゃ無理だろうなと思っているのが、評価だったりとか社内政治とかあったりして、この人にこういうことを依頼してしまうともしかすると嫌われちゃうかもしれないみたいなところとか、この部署を立たせとかないとこっちの部署が悪くなっちゃうなみたいな、その社内政治のテコの原理が発生しちゃうんじゃなかろうかと思ってて、僕らが入ることによるメリットってある意味外の人が聞いてくれるから、無知な状態で聞けるとかフラットな視線で聞けるみたいなのはすごくメリットじゃなかろうかと思ってて、いやでもそうですよね。なんか今日お話ししてた人はなんか結構いろんな部署を経験してる人で、出てきた各部署とそこにいたことがあるとか、なんで結構顔が広いっていうか、いろんな部署にも全然ズカズカと言って話せる人なのに、その人でもやっぱりちょっとこれは言いにくいとか、いやーね、なんて相談していいか分かんないんだよねみたいなところのお話とかもあったので、やっぱりそういう人でもやっぱり社内っていうだけでやっぱり起きちゃうんだなと、じゃあ知らない我々がちょっと無知な中で恐縮ですけど、これそれ意味あるんですかみたいな話をしに行ってあげた方が回りますよね、絶対に。なんで外部を入れるってすごく大事なのかもしれないですね、何事も。なんか経営者は孤独っていう言葉って結構聞くと思うんですけど、何かを成し遂げたい人とかプロジェクトを推進したい人も孤独だなって思ってて、経営者って会社の中でのそのトップであって、プロジェクトの推進者もプロジェクトのほぼトップ、ビジネスオーナーは違ったりとかお金の出所は違ったりするけど、意思決定をしていく、推進していくっていう観点だったら同じ経営者じゃないですか、プロジェクト推進者も。そうなると孤立しがちなんでしょうね。社内のことだからこれまでの関係性とか先輩後輩みたいなところもしかするとあって言いづらいとかあるんだったら、外部に聞いた方がプロジェクトはもしかすると進むかもな。そうですよね。あとそのお尻をペンペンしてくれる人、フライクの課題でもありますけど、クライアントワーク最優先、めっちゃ最近の話題じゃないですか。そうですやっぱそうなっちゃうっていうのは、やっぱりお金をもらって社外の人に価値を提供してるのでやっぱり優先になるのは分かる。ただ社内の作業ってお金別にもらってないので優先
鮮度下がるよねってなった時に多分今の話も同じことが起きる。じゃあ ERP 作りましょうとかってなった時、プロジェクトが立ち上がった時に自社で全部やってれば、あと6ヶ月ある、あと5ヶ月だ、あと4ヶ月ある、まだいけるかなみたいなのが起きますけど、外を入れとけばやらんと後から君たちひいひい言うぞっていうこの声とかもある。そっか、英語のコーチングと結構似てるかもしれないですね。英語の勉強をするっていう観点だったら全く変わらなくて、1日2時間する、1日3時間するみたいなのは変わらずやるんですけど、僕の場合は毎週土曜日にチェックされるんですわ。大竹さんチェックしますよっつって1時間、その1時間すごい嫌で、アイスブレイク5分間ぐらいしたら単語チェックからスタートするんですよ。1週間100語かな、覚えてる内容をチェックしてピックアップして、何個か20か30問答えれなかったらもう一回同じのをやらなくちゃいけないし、で次は口頭英作文してやってんだよ。口頭英作文だから、例えば今からバナナとピザ買ってきてって言うじゃん、はい、それを英語で言わせられる。I am banana いやそれ私はバナナですやんむずいっすねっていうのを口頭英作文でパン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 って、はい、ほら僕たちさサンフランシスコ行った時さ、はい、僕たちまだステーキ食べながらさパンもあったからさ、僕たちのバターをさ持って行ってほしくなかったけどさ、店員さんがさパッて取っていってさ、持って行ったじゃん、ああそのバターまだ使ってるんですって言えなかったじゃん、はい、そこね定点観測をしてくれて、あやばいなみたいなのをちゃんと言ってくれる人が外部にあえてお金を払うっていう観点で言うと、コーチングに似てるのかなみたいな。そうですよね。自分たちでもやろうと思ったらできるけど、社内と社外のところとかもあったりとかして、社内でやるんだったらそのお尻叩くのって多分上司とか経営陣とかこれどうなってんだみたいな、まあ嫌な気持ちするし、言う側もあんまり言いたくないし、でもそれを社外が PMO 的な感じでやってくれるっていうのは結構価値でかいかもしれないですね。逆に PMO だっけ、はい、このプロジェクト立ち上げ支援ばっかりの依頼だったらどうなんだろうね。嬉しい？今は面白いですよ、新鮮なんで。ですけど多分これを月に10案件とかやってると楽しくないのかなとは思いますね。なんか型化されてきそうな、組織としては型化した提供って大事だと思いますけど、やってる側からすると私はもう面白くないかな。でも最近業務設計もシステム設計も結構型化でき始めてるなって思ってて、はい、業務設計の2時間無償ヒアリングも結構型化できてるじゃん。だったらそのプロジェクト立ち上げ支援みたいなところも型化できるとちょっと面白くなりそうですよね。そうですね、綺麗に回りそう。じゃあちょっと最後のテーマなんですけど、はい、プロジェクトは説得とか腹落ちみたいなところありましたが、僕は誰かに強制された改革は長くは続かないと思ってて、システム導入するときに1年契約とか3年契約っていうのがあって、なんか3年契約だったら IT ツール安くなるからって導入してる企業さんは強制力を持たせるっていう観点だと僕はいいことかなと思ってるんですよ。3年間絶対このシステムを使うから安くもなるしお前ら使えよってなってるのはいいことなんですけど、逆に右側の自分たちで決めたルールは守れない企業さんは僕はないと思ってて、当事者が自分たちはこうやりたいです、こういうふうなことをやりたいですって言ったことは自分たちで守れると思うので、強制された改革は長くは続かないけど自分たちで決めたルールは守るっていった観点で言うと、腹落ちをしっかりして自分たちで策定した新しいルールっていうのは守りやすいんじゃなかろうかと。でそれが経営陣が理解してコミットしてくれて、3年間このツールは使い続けていいよって言ってくれるのはすごくいいことなんじゃないかなって思ってます。そうですよね。私コンサルすっげえ嫌いで、そうなんですね、 P だと思いますけど、すっげえの作るじゃないですか。さんが作った資料を見させてもらったんですけど、1000枚ぐらいあるので見ないじゃん、二度と。どうすんねんっていう。でじゃあ仮にそれがちゃんと3枚にまとまってて、あなたたちの業務はこうしてください、経営はこうしてくださいっていう、まあコンサルっていうとそっち系じゃないですか。それを持って新しく作った業務フローって、まさに左側、時間かけてても自分たちの思いが入ってない業務フローとか経営方針とかって多分絶対面白くないだろうなって今思ってて、なんでなんかさっきその外に依頼するメリットあるよねみたいな話はありましたけど、やっぱりそこに依存するんじゃなくて、やっぱ自分たちの業務、自分たちの会社、自分たちの経営みたいなところはやっぱり自分たちの思いをしっかりぶち込んでいく
言葉が汚かったですね、はい、ぶち込んでいく言い直してもらってことはやるべきだなって思いますね、実行できない戦略は戦略ではないっていう言葉があって、そうだなって思って、偉そうに戦略作れるけどそれが戦術と行動指針まで落とせれていないんだったらそれは戦略書としては不定義というか定義されてるのと全く同じですみたいなところがあって、なんか僕たちは今後システム戦略っていうところでカテゴリーを取っていこうかなって思ってて、じゃあそのシステムを使って戦略を描いて会社がこういう風になっていくみたいなところで言うと、コンサルファームの役割に加えて組織マネージメントとかシステムのマネージメント、それを全部伴走できるようになるとお客さんからは重宝されるけど、僕たち教育大変だなってすごい思います。これ私の話になるんですけど、最近ずっと思うことがあって、前職の時って打ち合わせの準備をめっちゃしてたんですよ、今もしてますけど、どっちかというとそのお客さんを納得させる準備、システムはこうあるべきだ、セールスソースをこう構築する、こうすることによってこう良くなる、どうみたいな打ち合わせをずっとしてたんですよね。でもフライクに入って準備した上でどちらかというと尋ねるシーンが多くて、どうしますこれこうするとこうなるけどこうするとこうなるよ、で結構お客さんに委ねれることが多くて、それがなんか最近私の中でこれいいのかなこのスタイルって思うシーンが最近めちゃめちゃあって、なんかプロとして支援に入ってる中で最終決定をしないっていうのってなんかいいのかなって前職の時と比べて結構緩いっていうか、他人任せになってる、そうそう、なんかちょっとコンサルチックになってきてんのかな俺みたいなのをでも逆なんじゃないと。逆なんですかね。コンサルってどちらかというと自分たちの答えを言うみたいなところにお金を払ってると僕は思ってるけど、フライクのスタンスって答えは僕たちにないですって初めから言うじゃん。僕たちはいろんな経験とかシステムを作ってる経験があるから適切解は持ってる。ただその企業さんに合ったものっていうのは分かんないから、お客さんと掛け算しないとそれ作れないからちゃんとディスカッションしようねっていう意味合いなんで、そのオープンクエスチョンかクローズドクエスチョンかっていう観点で言うと別にオープンクエスチョンで間違えてないんじゃないかなって。でもそう、それを今話してて、別にいいんだっていうのを最近ちょっとモヤモヤとしてたんですよね。これで行くべきだとかこうしなさいっていうのを前の会社でやっていた。でもそれ最近やってないな、なんか結構一緒に考えながらとか、なんかこうすべきなんだろうなっていうのは自分の中で答えありながらも、例えば二重入力をなくすべきなんだろうなって考えながらそれを言わせるっていうわけではないですけど、誘導尋問みたいな形をすることもあれば、質問を重ねてそこを引き出して結果自分が思ってたものとこう答え合わせをするみたいなことが多いなと思った時に、どうなんだろうなって思ってたんですけど、あるべき姿でよかったなって今日思いましたね。この右側の自分たちで決めたルールを守るっていうのって、自分たちっていうのがお客さんの正社員っていう意味合いじゃ僕ないと思ってて、自分たちの中にフライクも入れていいと思ってて、チームっていう意味合いだと思ってて、チームで決めたルールを守るっていう観点だったら、そのチームの中に別に正社員だろうが業務委託だろうが入ってもいいし、別に外部も入れていいと思うんですよね。なんかお客さんの中でフライクから提案された資料すごく納得できたけど上申資料には使っちゃいけないから使えませんっていう人いるじゃないですか、あれ僕ね文化として違うなと思ってて、わざわざ無駄な作業を自分たちでするっていう無駄だなと思うけど、文化なので否定はしないけど、めっちゃ否定するけど意味がわかんないって言うけど自分たちで決めたルールを守るっていう観点で言うと、その自分のところに他社とかお客さんのお客さんとかも別に巻き込んでもよかろうかとは思いますけどね。今日は業務設計プロジェクトはシステム導入のためだけではない、現場が業務改革を受け入れる心の準備期間というもう一つの役割ってめっちゃ長いの長いですね。めっちゃ長いホワイトペーパーから数枚ピックアップしてお話をしてきましたが、なんか初めての取り組みで今後はお酒を飲みながらでも、音声だけでもいける気がする。いけますね。なので今後は YouTube の僕たちのイケメンの絵面と資料も見ながら、めっちゃ笑ってるけどあとは音声だけで聞きたいながらフライクの人たちもねいると思うんで、音声だけでも。ボイスもイケメンなんで、メンズオンボイス意味がわからんということで今日の動画は以上となります。いいねつけてくれたらいいですね。そうですね、伸びないでしょうねこれは。100再生ぐらいじゃない？まあいいんじゃないですかね、たまにはね。ということでじゃあ次の動画アップまでお楽しみにお待ちください。バイバーイ。